はい、かぶじさんです。今回は北海道へのキャンプツーリングの初日の様子です。最後におまけの動画もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、皆さんこんにちは。今回は北海道ツーリングに向けての初日、埼玉県から新潟のフェリー埠頭までの 280km の試練の道のりをお伝えします。今ちょうどですね17号バイパスをひた走りに走ってるところですね。この日は長距離走行、雨、夜中、ずっと下道、峠越え3カ所ということで、株が高速に乗れたらどんなに楽かなってちょっとね嘆いてました。今ですね走り出して2時間経過して17号、群馬県の伊勢崎市でコンビニでちょっと小休止しているところです。今回の積載はカキ、コッヘル、照明類、そういったギア類を股の間センターキャリア上へ積みました。リアの両サイドバッグは寝るための道具と衣類です。リアセンター上にウレタンマットとカッパ類、ヘッドライトフレームの上にテントで DIY で増設したフロントフェンダーの上のキャリアにファストエイドキットや工具類を搭載してます。フル積載ですね。関東の埼玉から北海道へフェリーで行く場合、普通でしたら茨城県の大洗から苫小牧行きのフェリーを使うのが普通ですよね。今回かぶじいさんがなぜ新潟から小樽行きのフェリーを使うのかというと、大洗苫小牧間のフェリーのバイク乗船枠がもう1ヶ月前からすでにいっぱいで予約を取れなかったんですよね。でやむなくですねカブで下道を延々10時間走る新潟発小樽行きを選ぶことになりました。いやー本当にねこの新潟までの道のりが本当疲れましたね。こうやってガソリンスタンドでガソリン入れながら疲労回復のエナジードリンク飲んだりですね、こうゆっくりですね無理のないように走りました。雨が降ったり止んだりでね、夜になって気温も下がるんで冷えるんじゃないかと心配しましたけど、気温は20度と大丈夫でした。ここ今月夜野まで来ましたね。猿ヶ京温泉などね眺めの良い場所を走ってるんですが、何せ真夜中で何も見えませんのでね、気分的にもだいぶ辛いでしたね。今パーキングエリアでまた小休止をしているところですね。まもなく群馬県を抜けてですね新潟に入る木場まで来ているところになりますね。ですねトンネルを抜けて新潟に入ればですね気分的にだいぶモチベーション上がると思います。今夜中の23時頃になってます。新潟のフェリー埠頭まではあと173キロになりますね。気温は現在18度 C です。だいぶ冷えてきました。やっぱりこの長距離走ってると次の目標までの距離が縮まることでだんだん気分的にもね持ち直して走るなんていうか前向きな気持ちになるというか、疲れが吹き飛ぶというか、手の届くところに目標があるというのは本当大事ですね。はい、こちら今回の初日の大きな節目、三国トンネルに入ってきました。全長約 1.2km です。これを抜けるとですねいよいよ新潟に入るというところですね。新潟県に入りました。やっぱりねこの時はもうテンション上がりましたね。やっと新潟来たぞって感じで、音声ちゃんと入ってませんが実は新潟来たぞって叫んでます。はい、月夜野のパーキングエリアを出てから1時間走りました。0時になりましたね。今越後湯沢の、コンビニで休憩してます。新潟に入ってから雨が激しくなってきましてね、だいぶ冷えてきました。ようやくですね全行程の半分を走ったところです。残り134キロですね。まだまだ半分ありますが、新潟県に入ったぞってことで気持ち的には少し上向きになってるところです。ただだいぶ寒くなってきましたね。かぶじいさん、はい、新潟まで残り半分です。頑張ります。今回ですね約10日間の北海道ツーリングということで積載もかなりの量になってますし、
株自体の操縦特性も変わってます。夜中でね、雨の中の走行ということで結構気を使って走ってる状態ですね。この時点で今日走り始めてから5時間が経過してます。工程の半分ということで残り5時間ですね。頑張ろうと思います。はい、先ほどの休憩から約2時間走りましたね。残りがあと58キロということで、工程の残り4分の1。だいぶゴールが近づいてきた感じがしています。家を出てからちょうど7時間経過したことになります。余談ですけれども、今回この長距離ツーリングをするにあたってですね、まず前後のタイヤを新品に入れ替えてですね、パンクのリスクを減らしました。それともう一つ、万が一ですね、パンクしたりバイクが動けなくなった場合にですね、日本の全国どこへでも無料で無制限にバイクを輸送してくれる1年契約の保険にも入りました。この保険に入ることで、今までツーリングの時必ず積んでいたタイヤパンク修理のキットや工具類はね、全て下ろして身軽にしてきてます。実はこの時相当な眠気に襲われてまして、気分を入れ替えるためにサンドイッチと野菜ジュースを食べてね、エネルギー補給して眠気を覚まそうとしてます。フェリーの出発はちょうど昼の12時ですんで、時間的には相当な余裕を持って走ってます。決して走行中ね、先を急ぐ心理的なストレスがかからないように、ゆっくり走っても絶対間に合う時間に出発して余裕を持って走ってます。じいさん流のなんというか備えですかね。年寄りですし、先を急ぐと危ないですんでね、そういった感じでこの初日をスタートして走ってます。ちょうど燕三条に入りました。はい、燕三条でこの日3回目の給油ですね。これでフェリー埠頭までも十分に持つ給油になります。なんとこの時驚異のリッター101キロを記録しましたね。はい、いよいよ空が白んできましたね。今信濃川を渡っています。信濃川って確か日本で一番最長の川でしたよね。なんとなく感慨深いものを感じます。フェリー埠頭まではあと10キロありましたね。時間は5時過ぎです。夜の7時にスタートして夜中中ずっと走りっぱなしで新潟を目指すというこのプランですね。自分には厳しすぎるんではないかと思いましてね、昼間走り出して新潟まで入った中間地点で一泊するって、翌日また明るくなってからフェリー埠頭を目指すという安牌なプランを考えたんですが、一日でも北海道に滞在する期間を長くしたいっていう思いが強くあって、今回のプランにしました。じいさんとしてはちょっと無理しましたが、夜ね、早い時間にスタートして長い余裕の時間を持って走るプランにしてます。はい、いよいよ新潟のフェリー埠頭に到着しました。左手のスロープがフェリーへ乗船する時のスロープですね。あそこを駆け上がっていくんですね。まだ船は入ってきてません。まだ朝の5時半ですので、ターミナルビルも開いてませんでしたね。とりあえずバイクを止めてと、ちょっと一息入れようと思います。はい、ここで一旦ですね、乗船前の荷物の点検をすることにしました。濡れてしまうとまずい衣類ですとかシュラフですとかテントですね、そういったものがずっと雨の中の走行で濡れていないかね、もう一回点検をし直しました。すべて二重に防水処理してきてましたので濡れはありませんでした。でここで改めてね、荷造りを仕切り直ししてですね、乗船そして北海道入りしてからスムースにね、ツーリングへ入れるように準備をしました。カブじいさんです。はい、出発まで新潟を徘徊することにしました。
乗船まではまだ5時間近く余裕がありましたので、せっかくですので新潟の駅をですね見物しようと思ったんですけど、すごい駅前混んでましたね。新潟の名物、新潟のバスターミナルのそばにある食堂にあるなんかナポリタンとかいう焼きそばなんですかね、あとカレーラーメンでしたかが評判ということで食べてみようかなと思ったんですけれども、朝方の渋滞で駅前がね混雑していたのと、バイクに荷物たくさん積載してて心配でしたので断念しました。結局ですね、牛丼屋さんに、これも多分30年ぶりですかね入りまして、イワシのすり身の団子入りの汁と牛丼のセットをいただきました。久しぶりの牛丼屋さんでしたけれどもね、あったかくてね美味しかったですね。なんとですね、この後相当疲れてたせいか1時間ほど居眠りしてしまいましたね。身動きせずに私が居眠りしていて心配になって店員さんがお客さん大丈夫ですかって肩をトントンって起こしてくれました。いやー、周りに迷惑かけてますね。じいさん参ったなと思いました。はい、牛丼屋さんで居眠りした後ですね、フェリーふ頭へ戻ってきました。だいたい9時頃ですね。ターミナルも開いてます。でここで乗船の手続きですね、あと体温の計測ですとか部屋のルームキーなどをいただいて、これから乗船のためのバイクの列に並びます。ふ頭にはすでにアザレア丸が入港していましたね。このターミナルビルで約2時間ほどですね、出港まで仮眠を取ることにしました。はい、乗船の準備をするように館内放送で目が覚めましてね、いよいよフェリーに乗船する準備開始です。はい、いよいよ乗船の時がやってきました。キーカードで読み取りしてもらってね、バイクと自分がね間違いなく乗船するという手続きが今されました。このスロープを駆け上がってね、いよいよ北海道へ向けて出発だっていうね、ものすごい高揚感でもワクワクウキウキドキドキのじいさんです。館内ではね、係員さんの誘導に従ってラインをね間違わないようにゆっくり進みます。前をお手本になるバイクが走ってくれてますので、それを目印にね進みます。この車両を搭載する甲板にはですね、いろんな突起物、車やバイクを甲板に固定するための金具や鎖やいろんな凹凸物が出てましてね、それに車輪を取られないようにね注意して走らないと結構ね転倒する方いらっしゃるようですよね。要注意です。はい、バイクを止めましたらね、まずハンドルロック、ギアはローギアへ入れてサイドスタンドで、3点指示で固定するっていうのがお作法のようです。はい、車両を止めましたらね、階段で、客室のデッキへ、上がってきます。これね、よくよく見たらエレベーターがあるんですけどね、もう勝手を知らないとこういうことになります。で、広い館内でね、自分の部屋を探して部屋へ向かいます。でね、これ出港しますとバイクへはアクセスできなくなります。防犯のために。で、私ね、スマホを充電する機器ですね、バイクに積んだままであることを後で気がついてね、焦ってバイクに戻りました。出港前だったんでセーフでしたね。フェリーを使う際はね、何を部屋に持ち込んでおかなきゃいけないかちゃんと確認してないと、こういうドジじいさんになってしまいますよ。じいさんとしては旅費を抑えたくですね、こういう個室でなくてね、カーテンで仕切られているカジュアルの部屋を取りたかったんですけども、いっぱいでしてね、
やむなくこのちょっと高い小さな個室になりました。はい、予定通り12時ちょっと前、フェリーが新潟港を出港です。お見送りの係員の方がね、手を振ってこうやって送り出してくださってます。はい、曇り空の新潟港を出港しました。カモメが私たちを見送ってくれてます。なんと言うんでしょうね、この潮風の中を飛ぶカモメを見てる自分がとっても今なんて言うんでしょうね、開放感に満たされてますね。すごい充実した気持ちになってます。人間って不思議なもので、この雨の中10時間新潟まで走り続けた辛さはもう一気にこの時点ではもう忘れちゃってますね。はい、こちら館内の中央にあるラウンジですね。とても豪華です。はい、小樽までの航路がね、こうやって確認できます。はい、こちらね、何十年ぶりかで拝む日本海ですね。大海原を見て感慨深くなってます。いやー、海っていうのは本当いいですね。こうやって潮風を感じることのできるデッキでですね、遅めの昼食、コンビニで仕入れたおにぎりとアルフリーで乾杯です。北海道ツーリングの安全を祈願していただきます。この後大浴場に入って、その後夕飯まで爆睡しました。船内でですね、夕食に新潟の醤油生姜ラーメンというのをいただきました。なかなか美味しかったですね。この後すぐ甲板へ出てですね、サンセットを拝みます。あいにく雲が出てましてね、日が日本海にじゅーっと沈むシーンは拝めませんでしたが、素晴らしいひととき、ほんと感動的な旅の一コマでしたね。ここでぽっくり行っちゃってもいいやってじいさん思いましたけど、やっぱ北海道まで行かないとダメですよね。この後小樽到着までの間、ひたすら爆睡しました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録と高評価ボタンにコメントどうぞよろしく。